王様のおねしょ。作絵横田道夫。チュンチュンピピピチッチッチ。小鳥の声で王様は目を覚ましました。ああ、よく寝たよく寝た。しまった、おねしょだ。王様のおねしょなんてきっと町中の笑い者。そうだ、お布団を隠しちゃおう。でもどこに隠せばいいか全然思いつかなかったので、お触れを出しました。すると3人の男がやってきました。誰にもバレない隠し場所を教えなさい。最初の男はスコップを持ってきました。深い穴を掘りましょう。地面の中なら見つかりっこありません。だけどジメジメしていてお布団が乾かないじゃないか。王様は心の中で言いました。次の男ははしごを持ってきました。木の上なら見つかりっこありません。だけど嫌いな虫がいっぱいいるじゃないか。王様は心の中で言いました。最後の男が持ってきたのはただの葉っぱ1枚。今からこの葉っぱを誰にもわからない場所に隠してご覧に入れましょう。男は窓辺に立ちました。するとどうでしょう。葉っぱはどこにあるのかわからなくなりました。同じものの中だと全部一緒に見えてわかりっこないです。王様は思わず拍手。そうか、おかげでいい隠し場所を思いついたぞ。王様はお布団を運び出しました。バレないように大きな袋に詰め込んで。よしよし、あの後をつけていけばお宝の山にありつけるぞ。柱の陰でつぶやく声。この男、実は泥棒でした。王様が宝物を隠すと思って見張っていたのです。泥棒はこっそり王様の後をつけていきました。おやまあ、それにしても大きな袋だ。何が入っているんだろう。金か？いやいや、宝石かもしれない。王様は一番上の部屋に入ってお布団を隠すと、ほっとした顔で帰っていきました。よし、今だ。男は部屋に飛び込みました。お宝はどこじゃ？部屋の中をそこら中ひっくり返しましたが、何も出てきません。そして棚の上に無理やりよじ登ろうとしたとき、ぐらり。ドシーン。この大きな音は何事だ。家来たちが駆けつけると、ガラクタの下から泥棒の声。早く助けてくれ。とうとう泥棒は捕まえられました。それにしても王様は一体どこにお布団を隠したのでしょう。王様は屋根に登って旗のところにお布団をくくりつけたのでした。ふっふっふ、我ながら良い隠し場所を考えたものだ。王様は大得意。布団はお日様の光を浴びてふんわりと風にそよいでいます。あれあれ、
あそこにお布団が干してある。変なの、まさかおねしょ？王様のおねしょが町中の噂になっていることを王様だけが知りませんでした。